この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回のタイトルはちょっと衝撃的ですよね。上達のためにはこれを捨てろってね。普通何かを上達したければ何かを得る必要があると考えると思うんですけど、今回の動画は逆です。これを捨てると絵が上達するよっていうものをですね、紹介していきたいと思います。事前にお伝えしておくんですが、今日の動画はですね、おそらく皆さんが思っていることとは真逆のことを言うかもしれません。なのでおそらく結構びっくりしちゃう方もいると思うんですよ。ちょっとだけ覚悟してくださいね。ですが、今日の動画を見ていただければ、自分は長い間努力を積み重ねてきたはずなのになんで上手くならないんだろうとか、あいつはうまくいってるのになんで自分は伸び悩んでしまうんだろう。そんなお悩みを解決して爆速で上達していくための考え方の土台を整えていただけるんじゃないかと思います。じゃあ早速なんですが、なかなか上達しない人の考え方ってどういうものかわかります？絵がなかなか上手くならない人って大体このように思っています。セリフにするとこうです。なかなか絵が上手くならないな。でも絵が上手くなるにはあれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、うわー、やることいっぱいだー。くっそー、あいつ俺よりも遅く始めたくせに上達スピード速すぎないか？ちっくしょー、俺以外の絵上手いやつなんて全員敵だ。全員俺の絵でってやる。よし、絵の修行のためにはとにかく我慢だ。今は楽しいことは全部封印。とにかくひたすら血ヘドが出るぐらい頑張ってやるぞ。これがね、絵が上手くなれない人の思考法をセリフにしたものです。今のセリフを3つにまとめるとこうです。焦り、競争心、努力ですね。この3つはですね、時として上達の妨げになることがあります。努力ダメなの？とかね、疑問はいろいろあると思うんですけど、これからきちっと順番に解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速いってみましょう。焦りは捨てろ。まず捨てた方がいいのは焦りですね。絵の成長は焦らず自分のペースで着実に一歩一歩進んでいくのが大事です。なぜか、そうしないと一つ一つが雑になってしまい、成長の機会を失ってしまうからです。これ成長のような長いスパンの話じゃなくても、例えば仕事のような短期間の目標に向かう場合でも焦りは禁物ですね。わかりやすい例として僕の失敗談があります。僕はですね、昔から根っからのせっかちです。何かにつけて提出物は早く提出しないと気が済みません。提出期限は1ヶ月先ですとか言われても、その2日後には提出してしまうぐらい、そのぐらいせっかちなんですね。だからその分自分の作業の速さには自信を持っていました。でね、これは新卒で入ったゲーム会社でのエピソードなんですけど、僕が所属していたチームではスポーツ選手の顔の 3D モデルを制作していました。そこでもね、僕は持ち前のせっかちっぷりを発揮します。斉藤くん、次はね、この選手の顔モデルをお願いね。わかりましたー。はい、できました。もう斉藤くん早いね。でもね、ここちょっとミスしてるよ。ここだけちょっと直してくれる？はい、すぐに直します。はい、できました。じゃあチェックするね。あれ、斉藤くん、ちょっと今度はここミスしてるよ。すいません。焦って早く終わらせようとする僕。それに対して同期で入社した愛さんはマイペースでゆっくりした人でした。僕がこんなやりとりを 2,3 回繰り返した後、愛さんはできました、ゆっくり提出。そしてオッケー、一発オッケーだよ愛さん。なんとマイペースな愛さんは一発でチェックを通してしまいます。この後も何度か同じようなことがあり、蓋を開けてみれば愛さんの方が僕よりも成果物が多く評価もされていたんですね。僕はたまらず愛さんに恥を忍んで聞いてみました。ねえねえ、なんでさ、そんなに一発で OK もらえんの？なんかコツとかあんの？そしたらですね、愛さんにこう言われました。コツとかないよ。いや、でもさ、斉藤くんは作業が早いのはいいけど、さすがに焦りすぎだよ。作業が終わったらすぐに提出するんじゃなくて、こんな風にさ、チェック項目を作って、もっとちゃんとチェックしてから提出すれば、単純なミスは防げるんじゃないの？
そんなことさ、言われなくても分かってるよ。ってね、その時は僕内心ムカついたんですけど、でも一理あるなって思ってですね、愛さんに言われた通りに、その次の提出の時に作ったチェック項目を指差し確認してみたんです。そしたらですね、今回はミスないじゃん、斉藤くん成長したね、一発 OK、 すんなり提出物が通って上司に褒められたんです。今言った話は一つの仕事を提出するまでといった短期的な目標を素早く確実に達成するためのコツですが、でもですね、これは絵の成長のような長期的な目標にも、いやむしろ長期的な目標達成にこそ必要な考え方なんですよ。僕はですね、あの時愛さんに言われたチェック表、せっかちな僕には絶対に必要なものだなってすごく実感して、その後絵を描く時にもこういうチェック表を作ってですね、絵を発表する前や提出前に必ずチェックするようにしました。目の左右のバランスは合っているか、輪郭は丸すぎないか、顔の大きさは大きすぎないか小さすぎないか、自分が苦手だなって思っている部分のチェック項目ですね。苦手としているポイントだけじゃなくても、誰しもがここは大事にしたい部分だなっていう風に思っている部分いくつかあると思うんですけど、そこをこんな風に3つぐらいのチェック項目を作って、絵が完成したらそこだけは外さないようにチェックする。チェックがつかない場合にはもう一度その項目に着目して修正してみる。これをするだけでただただ焦って枚数だけにとらわれて書き散らかしてしまうよりも、確実に次のステップに進むことができます。僕はこれをするようになって格段に絵の成長スピードが早まったんですね。いやー、このことに気づかせてくれた愛さん、本当にありがとうございました。競争心は捨てろ。そして次に捨てた方がいいのが競争心です。競争心めっちゃ大事でしょ。ライバルがいるから自分も成長できるんじゃんという人もいると思います。実際ね、それはそうだと思います。僕もですね、ライバルと僕が勝手に思っている人が数人いて、その人たちを強く心の中で意識してこれたからこそ成長できた場面もたくさんありましたし、おそらく皆さんの多くもそうだと思うんですよね。ただですね、これは性格にもよると思うんですが、僕のように競争心が強すぎる場合、これはとても注意が必要です。競争心がお互いの切磋琢磨するための原動力になっている場合にはいいんですが、ある時競争心がよからぬ方向に暴走してしまって成長の妨げになってしまう場合があるからです。皆さんの周りには自分よりも絵が上手くて周りからも称賛を集めている人いませんか？僕もですね、実は以前付き合っていた彼女が絵がくっそ上手い人で尊敬している反面、その人の画力の高さにめちゃくちゃ嫉妬してたんですね。普通彼女が誰か人に褒められたら嬉しいじゃないですか。でもね、僕の場合嬉しいよりも悔しいが勝ってしまうんですよ。いや俺の方が上手いしなんてね、もう自分でも嫌になるんですけど、そんな風に思ってしまうんですよね。喜ぶべき場面なのに素直に喜べないんです。そういう態度はね、隠してるつもりだったんですけど、でもこういう態度って自分では隠せてるつもりでも相手には伝わっちゃうものなんですよね。結果的にはね、その人とはうまくいかなくなってしまって振られてしまったんですけど、今思うとなんてそんなことしてたんだろう、もうバカ俺のバカって思うんですよ。いやだってそうでしょ。せっかく超尊敬できる人が身近にいてくれるのに、逆に嫉妬なんてしていたらその人のこと吸収できないじゃないですか。その人のいい部分吸収できないんですから。これは他の動画でも言ってることで、後になって僕がやっと気づいたことだったんですけど、僕はこの後嫉妬と向き合う術を手に入れました。もうね、超簡単なことです。それは何かというと、その人のことを嫉妬していると本人かもしくは他の誰かに話してしまうという方法です。口に出してしまうことで解決不能な問題からいつか解決できるかもしれない課題に変換することができるんですね。そうすると不思議なぐらい気持ちが楽になり前向きになることができちゃうんですよ。そして何よりいいことが、その人のことを悔しいと思いながらも褒める余裕が生まれるということ。ライバルのことを褒めてなんかいいことあんのって思う人もいると思いますが、超あります。嫉妬
としている相手を褒めるとですね、自然とその人がなぜ評価されているのか、冷静に分析することができるようになるんですよ。今まで嫉妬して目を背けていた相手に対して向き合うことができる。つまり、その人の良い部分を素直に学んで吸収できるようになるんですね。その時の僕はね、すぐには自分の失敗の原因について自分でもよく分かっていませんでしたから、この後も同じような失敗を何度も繰り返してしまうんですが、この人いいなあ、でも嫉妬しそうかもっていう時にはですね、あえてこのことを誰かに言うようにしています。この人すごいよね。すごすぎて嫉妬しそう。そして意識的にその人のことを褒めます。この人のここがすごいよね。そうすることで暴走しがちな競争心を抑え込んで成長にうまく転換することができるんです。もし僕のように競争心が強すぎてついつい誰かに嫉妬してしまって、そのせいで成長の妨げになっている人がいたとしたら、誰かにその気持ちを話してしまうこと、そしてあえてライバルを褒めてみること、これを意識してみてください。努力は捨てろ。そして最後、これはですね、もうぜひ捨ててください。努力です。おい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 、直樹。今まで黙って聞いてたけどよ。努力を捨てろだ？そりゃさすがにないんじゃないかって思いましたよね。ごもっともです。いや、でもですね、これにはきちっと理由があります。もちろんね、努力することは素晴らしいですし、努力するからこそ成長できる。そういう分野ってたくさんあると思うんです。例えば、受験勉強や資格試験がそうでしょう。ある期間が設けられていて、目標に向かって努力を重ねる。そして、ある時点で結果発表。その努力が報われる。そういう期間限定の努力ってとても効果的だと思うんですよ。でもね、絵って実はそうじゃありません。絵はこの期間頑張ったからすぐに目に見える成果が出るなんてことは稀です。時と場合によってはそういうことも起こり得ると思います。例えばコンテストとかね、そういうのはあると思うんですが、そういう例外を除いたら、絵ってね、もう果てしなく続く道のようなものです。絵の成長に終わりはありません。もうどこまででも突き詰めることができます。そんな終わりのない絵に対して我慢や苦しい努力だけを積み重ねてしまったらどうでしょう。もうずーっと苦しいだけになっちゃいますよね。どこまでも突き詰められると言いましたが、逆に言えば絵はいつでもやめることができます。だからですね、苦しい努力だけを積み重ねてしまうと、いつかプツッと糸が切れてしまって筆を置いてしまう、そんな例がね、もう非常に多いんですよ。僕はそういう人とても多く見てきました。そしてその多くが受験勉強と同じように上達のために無理して頑張ってしまう人なんですね。辛いけど頑張って毎日10枚スケッチします。苦しいですけど絶対に毎日1枚ツイッターにアップします。もちろんね、それが楽しければ全然いいんですよ。でもね、それが辛い努力になってしまったら、その努力は長くは続きません。途中で諦めてやめてしまいたくなってしまいますよね。じゃあどうすればいいのか。それはですね、まずは上達しなきゃいけないという気持ちを一旦脇に置いておいて、絵を楽しむこと。これを第一に考えることです。自分がどうやったら楽しいと感じるのか。もっと言うと、自分さんにどうやったら一番楽しいと感じていただけるのか、自分の楽しいと感じるスイッチがどこにあるのか、これをひたすら研究してください。いや、だってそれこそが絵の成長には一番大事なんですよ。努力というのはゴールがあって、そのゴールで努力が全て報われるという場合には非常に強力なブースターになるんですが、絵の場合にはですね、そのゴールがありません。そしたらですね、その努力は下手したらどの時点でも報われないことになってしまいますよね。じゃあどうすればいいのか。そうです。この歩いてる期間ずっと楽しめてたらいいんですよ。そういう楽しい道を発見すること。それが実は絵のようにゴールがないことで成長していくための一番のコツだったりします。楽しいから続けられる。続けられるから成長できる。成長したから評価される。あれ？楽しんでただけなのに評価されちゃった。ラッキー！周りを見渡してみてください。意外と絵で誰かに褒められたり成功している人って、そういうなんかちょっと適当に見えちゃうような感じの人多くないですか？でもそれはね、何もしていないのに運だけで評価されたわけでも、別にたまたま天才だったわけでもなく、自分さんを楽しませることが上手い人だったりします。自分がどうやったら楽しいと感じられて夢中になれるのか、そういう自分さんの操縦方法が卓越した人なんですね。僕の場合はですね、20代の頃はこれは絶対に
ありえない妄想なんですが、絵が上手すぎて女の子にモテる妄想をすることが楽しすぎて、普通に絵を描いている時もですね、やべえ、いい絵描けてる。こんな絵上手かったらめっちゃ俺モテるかも。斉藤さんの絵好きです。あ、なんならもう斉藤さんも好きです。付き合ってください。ってね。いや、実際絵が上手くてモテることなんて絶対ないんですけどね。いや、だってもう僕の妄想の話ですからね。それは自由じゃないですか。ってね。もうそのぐらい雑でいいんです。自分のテンションが上がるなら。僕の場合はね、モテモテの自分の姿を想像してニヤニヤしてたんですね。それが僕の20代の頃、自分さんを楽しませるためのコツだったんですね。これちょっと恥ずかしいな。上達するための無理な努力から一旦視線をそらして自分を楽しませるためのスイッチを探すこと。これが絵の上達には非常に重要です。皆さんのスイッチはどこにありますか？以上が今日僕が伝えたかったことです。今日紹介した絵の上達のために捨てるべき3つのこと。これを一言で表すと、絵の上達のためには絵をうまく描こうとしすぎないことが大事と言えると思います。もちろんね、今日紹介した3つのことを逆に実行することで成長する期間というのもあると思うんですよ。でもね、それだけを続けてしまうと疲れてしまったり続かなかったりしてしまって、私なんでこんなことしてたんだっけ、そんな風にエネルギー切れになってしまうこともあるんですね。うまく描こう、うまく描こうと意識しすぎてしまうと、逆にモチベーションがぐんぐん下がってしまう場合があります。そうではなくて、うまく描かなくてもいい、今はとにかく楽しもう、そう思った瞬間モチベーションが蘇って、よしこの技術を取り入れようと前向きになれて、結果的に絵が上達できちゃった、そんな方非常に多いんではないでしょうか。ちょっとね、最後に宣伝になってしまうんですが、こちらの本、うまく描くの禁止はですね、今紹介したような絵の成長のためにはこう考えたら無理なく成長できるよといったお絵描きの考え方のコツを紹介した本です。長らくお待たせしていた電子書籍版も出ました。海外向けの翻訳版はですね、ただいま検討中とのことですので、もう少々お待ちください。本の詳細は概要欄に載せておきましたので、そこからチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。